粒マスタードのソースたっぷりかけたら完成です。ボンジュールトゥルモンド、こんにちは。ケンチーズキッチンチャンネルです。さて今日はこちら豚フィレ肉、こちらの掃除の仕方とパサつかない美味しい焼き方をご紹介していきたいと思います。ではね、早速調理していきたいと思います。まずは掃除からですね。こう肉汁というか血がね出てしまっていることも多いので、このように紙でしっかり拭いていきます。豚フィレ肉、こちらフランス語でフィレミヨン・ドゥ・ポーと言いまして、牛フィレ肉に比べたらだいぶ小さいですね。で、基本的にはこちら側が足側、こちら側がお腹側のお肉になっていて、このように骨のところについているお肉になるんですけども、豚肉1匹に対してこの2本しか取れない貴重な柔らかいお肉で、脂肪分も少なくて、このね弾力がね特徴だと思います。では早速調理していきます。こういうふうにくっついてる部分をねまず掃除、あとは裏側についているこの無駄な筋ですね、取っていきます。ここら辺の中はさらに掃除して使えるので取っていきます。続いてここにフィレ肉といえばこういうね大きな筋、哺乳類全部、牛肉も豚肉も、あと羊、あとはウサギなんかも全部こういうフィレ肉、サイズはね動物のサイズによって違うんですけども、フィレ肉あります。で、掃除の仕方は全部基本的には同じです。で、こっち側から厚い筋で薄く筋になっていくので、だいたいここら辺ぐらいまであるんですね。で、少しこの薄膜を剥がしてあげて、入り込んでる筋を出してあげて、次にここから逆さ包丁でこうして切り出してあげます。あとは前回の少し牛タンの動画でもやったんですけども、皮の引き方、牛タンの時の皮とこの筋、フィレ肉の筋の引き方はほとんど同じです。左側の手で持ってもらって、こっちを引っ張りながら、で右手は肉がつかないようにこんな感じですね、スライドさせるように。そうするとこのように肉がつきません。少しこの最後肉の部分に入っているので、そこまでちょっと丁寧に出してあげる。本当に力はいらないので、スーッとやってあげると最後取れます。少し肉ついちゃいましたけど、で残った筋も同じように丁寧に取ってあげます。この筋はね口に残るので必ず取ってあげてください。薄い膜のようになっています。あとこの裏側の部分に少し脂肪や薄皮が残っているので、これもこんな感じでこういう細かい筋も取ってあげるとより丁寧です。レストランなんかではね必ず全部取ります。でこっち側も少しこう入り込んでるところがあるので、筋にたどっていくときれいに外
せるので、大きな筋と脂肪は取ってあげます。この薄い膜も取ってあげます。裏側も同じですね。少しこんな感じで入り込んで脂肪があったらきれいに掃除してあげます。では次にタコ糸を使って縛っていきたいと思います。フィレ肉とかね、やっぱきれいに焼き上げる、形よく焼き上げるためにやっぱり紐で縛った方がねきれいに仕上がるので、どのようにやっていくかお見せしたいと思います。でこの時この先っちょをもしこういうふうに畳んで、これも少し畳んであげて結ぶと、ここも一本のこの一つの筒として焼き上げることができるので、やっていきたいと思います。まずは等間隔にぐっと結んで縛る。でもう一回やるとほどけにくくなるので、こんな感じですね。ずっと下まで入れてまっすぐ入れる。そして123回回してグッと縛る。肉焼いてる時に膨張するので、きつくなりすぎないように縛る。そしてもう一回縛る。そうするとほどけません。これを等間隔にで必ず垂直になるように3グッと縛る。で縛り目がだいたい同じところになるようにやると仕事としてきれいです。2回目縛る。これシンプルなやり方ですね。一個一個縛っていくのでそんなに難しくなくできると思います。で等間隔に1、2、3縛る。2回縛る。で2回目で次にさっき重ねたところあったんですね。で何？もうすぐ帰ってくるんじゃない？娘にいきなり呼ばれました。でこの3回結ぶっていうのは、3回結ぶとほどきにくくなるんです。この状態で手を離してもほどけません。肉に食い込んでくる。これでもいいんですけど、特に煮込みなんかの場合、この2回目にもう1回結ぶとよりほどけません。こっちの先端の方も同様ですね。1、2、3縛る。これでほどけない。さらに念のためもう1回で、さらによりねいい丸にしたい場合、この間、さっき縛ったところの間に縛り目を入れて縛っていきます。こうすることでもう全体的に均一に丸くなります。間と言っていく感じですね。こんな感じです。
でレストランなんかだったらこの牛フィレ肉だったらもっと大きいので、サイズがこういう風に1人前ずつカットしてポーション分けしてから焼くこともあります。今回はちょっとこのまま大きな塊のまま焼いて焼き上げていきたいと思います。軽く塩しました。やっぱり個人的には塩が馴染んだ方が美味しいかなと思って軽くこうなじませます。そしてニンニクの香りがするといいんで軽く潰したニンニク、この時のポイントはあまり火を強すぎない状態で焼くことですかね。豚肉は焼きすぎて硬くなるとパサパサになりがちです。特にフィレ肉なので脂肪も少なく注意が必要です。今10段階で7の火力です。最初オリーブオイルとニンニクの香りをまとわせながら焼いていきます。焼けていなかった先端の部分も焼き固めます。ここで中火ぐらいに落としていきます。ここでバターを入れてバターで焼き上げていきます。コロコロ焼きます。そうするとこの下についてるフライパンに接しているところは火が入って、この火から離れたところ、フライパンから離れたところは直接火が入らないので、実はこの状態でもこの表面の熱、これで徐々に火が伝わってきます。大体15秒ずつぐらい。そしてこのバターもこれフライパンの上で熱くなっているので、こうやってやることで肉がバターに乾燥せずパサつかず徐々に火が、これは焦らずゆっくりやることですね。大体焼いてから5分ぐらい経ったので熱を逃がさないようにアルミホイルで包んであげます。これで5分焼いた分だけ休ませるというのを繰り返していきます。この間にソースの準備をしていきます。今回ソースには生クリーム、普通マスタード、あとエシャロットとバター、あとは白ワインですね。白ワインで、ソースを作っていきたいと思います。あとちょっと味を見ながらなんですけど、蜂蜜と豚肉はとても合うので、それで作っていこうかなと思います。まずエシャロットですね。エシャロットは皮を剥いて
みじん切りにしていきます。なんでできるだけ細かくしずれにしていきます。最初のうちにね、この細かく包丁を入れておくとわざわざこの後にこう叩かなくていいので、そうすると繊維がしっかり切れて、叩くとね細胞がそれて美味しくなくなっちゃうんです。特にエシャロット、玉ねぎもそうですけど、ちょっと見ながらソースに入って、ソースとかねサラダとかに細かくしずれにする場合はしっかり切ってあげるのが大事ですね。こういうところも最後も丁寧に切ってあげるっていうのが大事です。血が出てますね。熱が伝わってきた証拠です。切れ目から見るとうっすら血が入っていったのが分かる。これ大体この1本ちょっと大きめのサイズだったんで 400g ぐらいだったんで、あとこの作業2回ぐらい繰り返したらおそらくいいんじゃないかなと思います。ちなみにちいちゃんあんまりやってません。ママは回転するから。子供たちはゲームをゲームするじゃない喧嘩を。兄弟喧嘩をするから。
目焼き少し温度を上げて、でバターを加えてより香ばしく焼いていきたいと思います。やはりポイントはバターを焦がさないようにとかで入れてもいいんですけど、オーブンの場合全面で結構負担がかかるので、フライパンの焼きの場合いつもずっとこうやって見てあげなきゃいけない。時間ない時、ね、なかなか難しいと思うんですけど、こうやってやることでとても美味しい仕上がりになります。その分の手間をかけただけの価値はある味になると思うので、ぜひやってみてください。触ってみると分かると思うんですが、最初の頃ね、生だとよくよくしてるんですけど、少しずつトレーに出してさらに5分間休ませていきます。さらに5分しました。もうだいぶ肉汁が出てきました。気持ち触った感じ、ほぼほぼフライパンにね、結構十分な量のバターが入ってるのも、これ以上は追加しなくても大丈夫だと思います。もうね、ニンニクもちょっと焦げ始めてる。最後少しこの強めで豚に香ばしさをつけていきたいと思います。中は休まってるんで柔らかいんですけど、外側は少しカリッとというか締まった印象になって、中は柔らかい。なんでこの均一じゃないところが逆に美味しさになると思うんです。もちろん真空調理とかの場合全体的に均等に、ね、焼けるんでいいところもあるんですけど、均等すぎると今度は噛んだ時の食感のバリエーションというかグラデーションというか、そういうのはなくなってしまうので、ちょっと低温調理の欠点でもあると思うんです。もちろんね、均一に柔らかく焼
上がるのがいいんですけども、やっぱり肉の持ちさせてこの香ばしく焼けた感じと外側の弾力と中の柔らかさっていうのは両方合わさった時により美味しくなると思うので、お店でもそこら辺は低温調理もやってますけど、この最後にね仕上げ焼きをしっかり焼いたりとか、少し芯温を浅めで上げて最後に焼いてあげたりとか、ここら辺を工夫して今もやっています。一番美味しいね焼き方が何なのかっていうのを日々研究してます。やはり肉ってこの焼いてる時の香りがすごいそそられると思うんで、それがねいかに肉に伝わってるかっていうのは大事かなと思います。なんでちょっと最初に焼き色をつけてなかったのが最後にね香ばしく焼くことが焼くつもりであったので、こういうふうに最後に焼きでやって、さらに中の方に熱を伝えようかなと思ってやってみました。でこれぐらいでバットに揚げていきます。きれいな油を一回取ります。最後にソースをこのまま一つのフライパンでやっていきます。バターを溶かし入れて、軽く火を入れます。軽く炒めて、ここに白ワイン、フライパンに残った豚の旨味とかを煮詰まってきたら、ここに生クリーム、100g ぐらいですかね。蜂蜜スプーン1杯ぐらい、大体 10g ぐらい。ここに豚肉の煮汁じゃないや、豚肉から出てきたエキス、豚の旨味ですね、加えてさらに煮詰めます。黒胡椒、塩もちょっと控えめで、っていうのはこの後マスタードが入って、マスタード塩分があるんで、
の状態でもちょっとね甘みのあるソースで、白ワインの酸味も入ってるんでそんなに重くなくて、で煮詰まってこうとろみがついてきたら、ここに粒マスタードちっちゃいスプーンで2杯ぐらい、2杯ぐらいですかね。マスタード類はなるべく火を止めてからの方がいいです。でも辛みが飛んでしまうので。めちゃめちゃ美味しいです。センターわかります？真ん中のあたりはねまっすぐ丸になりますし、端っことか切って分かるんですけど、紐で縛り合わせたりもできるので無駄なくフランスでも最近オクラって人気になってきていて、マルシェとかでもね見かけるようになってます。あとはブラウンマッシュルーム、完成です。皆さん、豚フィレ肉の動画最後までいかがだったでしょうか？今回は料理人の視点を細かく伝えていこうと思って動画を作りました。
皆さんにとって役に立ってもらえれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の動画でお会いいたしましょう。ボンジョーネ。